喜んでもらえるように出会うことのない人たちとやっぱ知り合えるので、それが一番楽しいですね。はい、いらっしゃいませ。おはようございます。よろしくお願いします。今から仕入れですね。魚の仕入れに今から行きましょう。カリスマ漁師って言われてる藤本純一さんっていうすごい漁師さんがいらっしゃって、その人がやってる魚屋さんがそのスーパーの中にある。5万円でいいですよ。この先いいかもしれない。これどこやってんさっきの先。これ長崎。長崎。定額？単価？どこです？静岡の姫台ですね。今日はこんな感じですね。はい。けどでもまだ始まったばっかりで一生懸命いう感じです。魚の種類がない時期なんで、料理人の方はいろいろ大変やと思います。めちゃくちゃ美味しい。スーパーのレベルではないと思う。スーパーのレベルじゃないんで、本当にその辺のスーパーの100倍ぐらいうまいです。ね、はい。しだした時に1階が嫌で、昔は1階じゃないとダメみたいな風潮はめっちゃあったんですけど、ちょっと洗濯物とか干したんであれかもしれないですけど、こんな感じで、こんな感じの厨房です。綺麗な厨房で仕事したいじゃないですか。カウンターがえのきっていう神社とかでご神木に使われる木材ですね。でここがヒノキで、ここからこっちが、イチョウですね。全部違いますね。はい。で、その後ろの流木みたいなやつがカウンターの端材ですね。包丁に優しかったりもするんで。修行先と調味料も変えたんですけど、結構それが僕の中でかなりやっぱり師匠と同じことやってても師匠は超えれないというか、やっぱ目標なんで師匠は調味料も一新したっていうのが自分の中ですごい挑戦だったんですけど、めちゃくちゃビビりましたけどね。もともと僕中華料理してたんですよ。中華すぐやめちゃって、ここからちょっと風太郎みたいなのもしてたんですけど、僕は師匠に出会って、最初アルバイトから始めたんですけど、寿司屋さんの弟子入りすることになったんですけど、カウンター商売が楽しかったんですよね。めっちゃバイトやったんですよ当時。やっていくうちにめっちゃ楽しくて、本気でやってみようっていう、それが20歳の時ですね。一番いい8年間ですかね。8年弱起業させてもらって、オープンして去年の11月なんで1ヶ月目になるのかな。オープン当初忙しかったんですよ。めっちゃなんか師匠の顔もあって、今新店だっていうんでバーッとお客様来られてたんですけど、まだ定まってない中でやってたんですけど、それでもお店は忙しくて、
とりあえず店回さないとってずっと思ってて、それでやっぱり最初に来られたお客様の評価はすごい低かったんですよね。年末オープンやったんでそれもあって忙しくて、年明けて客足がぱったり減って、本当に定休日が月曜日で、6日営業日があるじゃないですか。あんま言うことじゃないですけど、営業をしてるのが週に2回とか3回とかしかないとかって日も月も週も全然あったり、そこからこうなんですかね、自分の料理を模索したりとか、お寿司で研究したりとか、あといろんな生産者さんに会いに行ったりとか、金はもうがっつり借りましたね。地銀さんと、募金さんと。結構やっぱ若いんで、親から出してもらったのみたいな人結構言われたりするんですけど、全然そんなことなくて、借りるだけ借りて全部使いましたね。機材もポジとかやったら、もう全部使いました。めっちゃ借金してます。借金大王です。でも、やりたいことだったんで全然、それは楽しんでやったので、いつか師匠を超えたいなって思いがすごいあったんですよね。でもその師匠の下にいる限りは絶対に超えれないじゃないですか。やっぱそれが一番でかかったですね。自分でやってみようと思って。ご飯食べに来た。おはようございます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 。同級生なんですよ。この隣のクラスですね。仲良かったかな。よかったです。仲良かったね。一だけです。わがまま聞いてくれるんで。正直面倒くさいんですけどね。サイズもすごい大将こだわってるんで、ちょっと面倒くさいんですけど頑張ってます。いや、アジも生かして持ってこうかなと思ったけどさ、なんか面倒くさい言われるんで。やろ。なんか鼻の下で置いとく。なんかすごいね。本当にすごい。助かった。またね。仕込み来てもう4時間ぐらい経ちますけど、やっと魚が並び始めましたね。頑張った。はこういう感じで転がしながらっていうイメージなんですけど、でダマがないように手早く触れば触るほどこう粘りが出てくるんですよね。やっぱ最初の方サリ初めてやらせてもらった時とかは、触りすぎてこう米が粘りが出てよく言われてましたね。バカラの花瓶なんですけど、こっちが漬け用の、お出汁とかで割ってる醤油と、穴子のタレですね。結構この辺だけでも意外と時間かかってますね。
団長の赤旗ですね。ビールもらう。いやもう任してますね、魚屋さんに。なるほどもういいやつをなるほどっていう感じで、もう信頼してる魚屋さんにお願いして、大事ですよね。信頼関係、本当毎日魚屋さん行って顔合わせて。煮だこでございます。もうぬめりだけ取って、弱火でコトコト1時間ぐらい炊いてますね。最初いただきます。すごいですね。チャーシュー分厚くいた。日本酒で春しかりこれが飲みやすい。うちとはええ話が村川さんとはもう結構際どいとこまで踏み込んだとこ徐々にやっぱりこちらのやっぱり深浦の今かなりおしゃれてました。カツオでございます。漬けですね。深浦のカツオです。例えばそういう今のこういうああ今という責任があったな。うなぎの白焼きでございます。お冷やを2ついただいてもいいですか？ラン切らないかもう本当にクソにもならん。俺も酒る最初にやったのがそれや、覚えたのが、それで最後ゼロにして書いたんですよ。全部やった。それで2人で飲みいきなりカスゴですね。タイの赤ちゃんですね。お疲れ様です先です。こちらがですね。イカですね。ケンサキイカですね。それもやめとけ。のケンサキイカですね。これ塩とすだちで味付けしております。はっきり言ったよ今やったらいかんね。なんだろうな
こぶって何ぐらいかな。はい、じゃあトロタクですね。トロタクです。なかなかいいでしょう。これはないですね。なんで今東京から東京、まあ豊洲を通してここからです。結構がっつり締めてますね。ありがとうございます。入ってた穴掘りさんがいる。穴子ではなし。ふわふわなふわとろです。食べちゃおう。うまい。これはすごい。はい。あんこですね。おはぎです。うわ、美味しそう。結構いいんだよね。ありがとうございました。本当素敵な。楽しく仕事をさせていただきました。よかったです。とっても最高でした。ありがとうございます。ホテル民泊運営は当チャンネルにご相談を。開業から運営までトータルサポートいたします。当チャンネルを通して宿泊施設を PR し、視聴者に認知させ、強い集客力を実現。月間約500万人に宿泊施設の宣伝ができる。これまで撮影した約600店舗と協業し、ツアーを展開する独自の集客マーケティング方法。気になる方はコメント欄トップの URL へ。